気風クラブ、上海アリス弦楽団がリリースしている2003年12月オリジナル CD 連題の夜行より登場したオリジナルキャラクター、謎多き東方プロジェクトの中でもルナチックな難易度を誇るストーリーとなっていて、今現在も考察が続けられている。来年で20年間読者たちを悩ませることになるのかよ。そんな気風クラブのメンバーの一人であるメリーの能力の覚醒には、あのキャラたちと衝撃の共通点があったのだ。それではまずはじめに、妙な共通点の多い4人についてざっと解説していきますよ。まずはじめに気風クラブについて学んでいきましょう。彼女たちはゲームや漫画ではなく、音楽作品のズンズミュージッククールレクションという、上海アリス弦楽団主催のズン氏の作曲による音楽を収録したものに登場する特殊なキャラクターたちだよな。そう、そのズンズミュージッククールレクションでは同梱のシートまたはブックレットにて、それぞれの楽曲の項目に並んでズンさんによる独自のストーリーが語られています。特に連題の夜行以降はオカルトサークル気風クラブのメンバー、メリーとレンコにまつわるストーリーが展開されました。まず宇佐美レンコについてなんですが、幻想郷の外の世界日本の大学生、境目を暴くオカルトサークル気風クラブのメンバー、超統一物理学を専攻し、紐の研究をしているのです。ちなみに紐の研究とは超鶴理論のことだ。メリーと同じく京都に住むのですが、実家は東京にあるらしいです。レンコは星を見ただけで正確な時刻がわかるというかなり変わった能力を持っていますよ。ただし、場所に関係なく日本標準時 JST しか知ることができず、協定世界時 UTC などを知りたいときは計算が必要になります。さらに、月を見ただけで正確な現在位置を知ることもできます。またもともと非常に頭がいいので計算でやってるんじゃないかってメリーから疑われているんだよな。どれくらい賢いのかというと、世界の仕掛けが全て見えているほど。そしてレンコは言わずと知れた、同じ同性の宇佐美すみれ子との関連を匂わせるキャラでもあります。宇佐美すみれ子は気風クラブ初代会長。彼女たちの持ち物が対になっていたりと、どう考えても音楽作品の方の気風クラブの宇佐美レンコとの関係性があるはずだぜ。しかし、すみれ子とレンコの関係については現状ほとんど明かされていません。現状明らかに分かっている違いについてはすみれ子は高校生ですが、レンコは大学生。レンコの場合は旧約酒場などでは、たびたびお酒を飲んでいる姿が見られるよね。あと今とんでもないことに気づきました。メリーのスカートの中書きはどまた、すみれ子の時間軸はレイムやマリサと同じ時間軸ですが、レンコやメリーは近未来の日本を舞台にしています。つまりすみれ子とレンコ気風クラブは同名の別団体である可能性も大いにあり得ます。ちなみにレンコは相対性精神学を専攻していますね。聞いているだけで頭が痛くなりそうな学部だな。彼女たちは現在京都に住んでいます。地元は東京らしいですね。そして今回の解説の目玉でもある気風クラブのもう一人のメンバーのメリー。マエリベリー・ハーンというのが本名で、日本人にはマエリベリーと発音しにくいらしく、レンコには愛称でメリーと呼ばれているぞ。大学の専攻分野は相対性精神学に所属しています。彼女も種族はもちろん人間ですが、能力らしい能力を持っていて結界の境界が見えるという能力を持っています。見た目やこの能力から八雲ゆかりとのつながりを感じさせられるキャラだよな。夢科学世紀では夢の中で幻想郷へ飛んでいたらしく、話を聞いたレンコは、境界を操る能力に変わりつつあるのではないかと危惧しています。待って、境界を操る能力といえば、幻想郷の賢者八雲ゆかり。マジか、ゆかりの究極的な能力に近づきつつあるってことかよ。こういう謎って最高に楽しすぎますね。ちなみにメリー自身はレンコの能力を気味悪がっていますが、レンコから見るとメリーの能力が気味悪がられているんです。いつも見る夢では、大抵妖怪に追われていて、夢科学世紀では竹林でウサギや炎の少女を目撃し、赤いお屋敷でもらったクッキーや竹林で見つけたなどを現実の世界に持ち帰っていますよ。竹林のウサギは稲葉たちで、炎の少女は間違いなく藤原の母校じゃないか。赤いお屋敷といえば高魔館で、西洋お菓子のクッキーをもらっていることから昨夜とも対面していることになりますね。気風クラブのメリーと幻想郷の面々が合うなんてまさに夢のようなストーリーだな。例えるとムスカ大佐と荒地の魔女が出会うみたいな感じですよ。いやどんな場面だよ。また、愚問式には彼女のものと思われるメモが掲載されていました。他には東方愚問九呪の47ページに掲載されている挿絵に、西洋寺ゆゆ子と一緒にレンコとメリーが書かれていて、これも何かの暗示なのかもしれません。ゆゆ子の生前と気風クラブの関係は何かあるのかもな。そして、気風クラブとのたくさんの共通点を持つ、幻想郷の生みの親の一人である八雲ゆかり。阿久曰く、妖怪らしい妖怪といえば、まず八雲ゆかりの名前が挙げられるようです。この妖怪は、根源に関わる能力の危険さもさることながら、神出鬼没で性格も人情に欠け、
行動原理が人間とまるで異なっていることなど、まず相手にしたくない妖怪とのこと。しかし今や30万円する伝説の漫画、東方部門式記憶する幻想郷を見るとこの幻想郷演技は出版される前にゆかりも目を通していたのです。マジか、アキューとゆかりって繋がっていたのかよ。かなり怖い設定になっているのは妖怪としての威厳を保つためにわざと書かせているのでしょう。よくよく考えてみると、ミスティとか屋台経営したりめっちゃいいやつなのに人間交流度最悪になってるもんな。姿は人間と特に変わりはなく、派手な服装を好み、大きな日傘を使っているのです。そして役もゆかりを語る上で忘れてはいけないのが境界を操る程度の能力。境界を操る程度の能力は、すべての物事を根底から覆す恐ろしい能力とアキューに言われているほどえげつない能力だぜ。空間の裂け目から自在にどこにでも瞬時に移動し、体の一部だけを別の場所に移動させたり、物を取り出せることもできるという便利能力。応用すれば能力で実との境界をいじり、湖に映った月に飛び込み、月まで瞬時に移動することもできます。これは月面戦争で使用した方法だよな。もしも月面戦争について気になる方はこちらを見るといいぜ。映画賞のテキストによると、境界結界を操ることがどれだけ危険で強大な力なのかは計り知れなく、ゆかりのようなちょっと変わった妖怪か、力の重圧に耐えられるものでないとその力は扱えないとされる能力。それに近づきある人間の少女のメリーとは一体何者なのか。もともと東方ヨーヨームでは、主に、あらゆる境界を操る程度の能力と紹介されていたのです。現在の境界を操る程度の能力になったのは、東方映画賞から。マジか、ヨーヨームの時は主にあらゆる境界を操る程度だったのか。映画賞で覚醒したっぽいけど、なぜわざわざヨーヨームの時点では主にしたのかが引っかかるぜ。そして、冒頭でも言ったように月日は流れ、同じく人間であるはずなのに能力を持つ宇佐美すみれ子が登場。東方プロジェクトの超重要人物の一人だよな。すみれ子はなんとエスパー少女で、指パッチンで衝撃波を起こせることもできます。さらに学校では非常に成績優秀です。しかしあまりにも優秀なせいで人を下に見たり、スマホより外に出る方が楽しいよ、という現代っ子とは少し離れた気質から友達がおらず、自身でオカルトサークル悲風クラブを作り初代会長として活動しています。東方神秘録で登場したキャラクターで幻想郷の存在を察知したすみれ子がその秘密に躍起になり、結界を破るため幻想郷にオカルトボールというものを送り込んだんだぜ。そして結果的に幻想郷の者たちが外の世界に行くことになったりと、かなり大掛かりな異変となりましたね。幻想郷のキャラたちが外の世界に行った時の反応が気になる方はこちらを見るといいですよ。そんなすみれ子の能力は、超能力を操る程度の能力で、標識を軽々浮かせて投げつけたりすることができます。よくよく考えるとこの標識の技も、役もゆかりの隙間から出す標識と関連を思わされるな。そして異変後、すみれ子もまた夢を見ることで幻想郷に行ける能力も手に入れたのだった。さてここからは、先ほど紹介した能力の覚醒の衝撃のつながりについてを解説していきますよ。もともと2003年8月17日のコミックマーケット64にて製品版が頒布された東方ヨーヨームでは、主に、あらゆる境界を操る程度の能力と紹介されていました。先ほどの章でも言ったように、役もゆかりが現在の境界を操る程度の能力になったのは、2004年8月15日のコミックマーケット66にて完成版が頒布、東方映画賞から、ヨーヨームの時点では主にということで、境界を操る能力は完全なものではなかったってことになっているのか。2004年8月の東方映画賞で役もゆかりの能力が覚醒された後すぐの2004年12月、コミックマーケット67にて頒布された悲風クラブの夢科学世紀が登場。本作はメリーが見たという夢についてメリーの視点から語られていて、それにまつわる奇妙なエピソードを受けた蓮子がその思いを巡らせる、というものとなっているのです。メリーは夢を通して幻想郷とおぼしき世界を体験するということがこのシリーズでたびたび語られるんだが、それの記念すべき最初のエピソードとなっているんだぜ。彼女の元々の能力は結界の境目が見える程度の能力。あくまで仮称、正式名称は不明です。しかしこの夢科学世紀では夢の中でコウマ館でもらったかと思われるクッキーとタケノコを持ち帰るという、別世界から持ち物を取る役もゆかりを想像させるような能力へと覚醒し始めたのです。ちょっと待って。あまりにもぴったりすぎやしないか？そうなんです。2004年に役もゆかりとメリーの能力の覚醒時期が一致しているということが。うわぁ、今ゾワゾワってなったよ。役もゆかりとメリーには先ほども言ったように共通点が多く、時期的に言うとゆかりの能力が成長したことによって、メリーにも変化が起きたということになるのではないでしょうか。まさにゆかりの境界に変化が起きたので、それに比例したかのようにメリーの能力も覚醒したということだな。また東方ステーションにてズン氏と関わりの深いビートマリオさん曰く、東方プロジェクトという作品群はズン氏の日記のようなものらしく、世界観全体が繋がっていることを意識しているはずなので、これがたまたまというわけではないと思われます。その後の作品の登場の仕方にもそれが裏付けられていますね。
また夢科学世紀のストーリーを読んで、たくさんの読者が疑問を生んだのです。夢科学世紀で二人が同時に同じ時間で、同じ場所に存在したことになっているくね。これはどういうことかというと、今まで同一人物と考えられてきたのに別のキャラクターだと確定的になったから、先ほども言ったように彼女たちには共通点が多く、その容姿はもちろん名前にもある共通点があり、同一人物だと思われていました。マイリベリー・ハーンとヤクモゆかりに名前の共通点なんてあるのか？もっと言うとヤクモとハーンという名前の共通点です。ほう、それの何が共通点なの？二人の元ネタは明治期に実在した日本研究家パトリック・ラフカディオ・ハーンで、日本国籍名は小泉ヤクモ。つまりラフカディオ・ハーンと小泉ヤクモは同一人物ってことだから、ゆかりとメリーも同一人物という仮説ができるってことか。そう、ラフカディオ・ハーンさんは日本文化に強い興味があったらしく、それこそ惚れ込んだと言われるほどに、メリーは海外の子のようだからラフディオ・ハーンさんにそっくりだね。彼は古い風俗や民話などの論説やそれらに基づいた怪談、怪奇小説などを多く残していますね。有名なものでは耳なしよし一、雪女があるのです。こういった点もゆかりイコールメリー説を膨らませる部分ですね。しかし、悲風クラブの舞台は現代よりももっと未来であるという設定があるので、時系列的に幻想郷の方がかなり昔の世界だと考えられます。つまり、時系列的にゆかりよりもメリーの方がずっと未来の世界に生きていると思われます。そのことからこの二人が同じ時間に同じ場所にいるのがおかしくね？っていうことか。謎は深まるばかりだな。ということはゆかりイコールメリー説はありえないってことになりそうだな。一応ありえないわけではないです。幻想郷はあえて昔のものを取り入れているだけであって、時系列的に同じカレンコたちより先に進んでいる可能性があります。ああ、メリーたちの世界では近未来なだけで、幻想郷の方が時系列的に先に進んでいる可能性があるってことか。じゃあ、スミレコの世界はどうなの？って話なんですが、こちらは別の外の世界ならば話がうまく噛み合いますね。そうすればスムーズに宇佐美蓮子と、宇佐美すみれ子で違う初代悲風クラブだということが語れます。ちなみにレイム部長はメリーがただ単にゆかりのコスプレしているに一票です。いや常にフリフリなゆかりのコスプレします？月日は流れ大空魔術が2006年8月、コミックマーケット70にて頒布されました。本作は宇佐美蓮子とメリーの世界で月面旅行の可能性が一般人にも開かれたことを告げる号外ニュースについて、大学校内のおしゃれなカフェテラスで、二人が語り合うという内容となっています。この時二人は月に行きたいと考えていたんだよね。しかし、月面ツアーは非常に高く諦めていました。そんな時、メリーが水面に浮かぶ月を見て何か思いつき、蓮子に話そうとするところで終わります。本作では宇宙という広大な世界観と同時に不老不死という生命そのもののあり方に焦点を当てたエピソードも語られていますね。そのエピソードに重ねられる曲がネクロファンタジア。ヤクモゆかりのテーマ曲だよな。この時の蓮子のセリフにはゆかりにまつわる語が、ネクロファンタジアの当て字も含め複数散りばめられています。またここでは蓮子が不老不死について非常に重要なセリフを言っていました。不老不死は死がなくなるんじゃなくて、生と死の境界がなくなって、生きても死んでいない状態にあるだけよ。それが不老不死の正体だったのか。だからゆゆ子の死を操る程度の能力でも向こうは死ななかったということですね。この大空魔術の悲風クラブのストーリーは東方暴月賞と大きな関連があります。2007年7月号から2009年5月号まで連載された作品だぜ。そういえば大空魔術が2006年8月だから時系列的に近いじゃないか。内容としては1000年以上前にヤクモゆかりが若かりし頃、やんちゃして月に喧嘩を売りに行った時に返り討ちにあって、そのリベンジで第二次月面戦争を起こすというもの。間違ってないけど違いますよね。マリサさんも言ったように東方暴月賞の漫画版は、一人社コミックレックストラ2007年7月号から2009年5月号まで連載されましたよ。東方暴月賞は第二次月面戦争についてのお話だぜ。そしてゆかりはこの月面戦争で能力で実との境界をいじり、湖に映った月に飛び込み月に攻め入ったのです。これは第一月面戦争でも使用した方法だよな。そして大空魔術でメリーが月に行く方法を思いついていたのですが、ゆかりの方法と全く同じ方法なんですよ。おお、マジじゃん。同じ時期に能力で同じことをしようとしていたのか。これはめちゃくちゃ面白いつながりですよね。そしてどういうわけか月日は経って6年後とかなりのスパンでついに音楽作品の2012年4月30日に新作である鳥船遺跡がリリース。これに関してはおそらくですが、風神録から東方神霊廟までが区切りとなっていたから。確かに、東方寄進場から東方漢樹伝までが区切りになっているような感じで、作品には区切りがあるから特に出す必要がなかったのかもな。また鳥仙船記というタイトルの遺跡というと、東方プロジェクト旧作の東方夢時空に出てきた無限遺跡と関連がありそうです。東方夢時空のラスボスは岡崎夢美であり、彼女もまた宇佐美蓮子とつながりを見合わせるキャラクターなんですよ。伏線の嵐がエグい。鳥船は生物の宇宙への適応可能性を実験すべくいろんな動植物を乗せて宇宙へと送られたのですが、数年前に起きた
原因不明の機械トラブルによって人間の制御から離れていました。一般にはすでに機能しているとは考えられていなかったのですが、メリーにはこの内部が生きている様子が見えていて、ここに飛風クラブとして共に宇宙や不思議の世界へと思いを馳せる連呼を誘ったのです。そして早くも2012年8月11日度コミックマーケット82にてイザナギ物質が登場しました。本作はストーリーが前作トリセン遺跡からほぼ直結していて、衛星トリ船でのとある出来事のためにメリーが、新州のサナトリウムで療養という名の隔離治療を求められていたというエピソードから始まるのです。サナトリウムとは、長期的な療養を必要とする人のための療養所。イメージしやすいところで言うと、隣のトトロの草壁さつきと草壁メイの母が入院してたり、風立ちぬのヒロイン節子さんが行っていた場所でもあるぜ。そして退院の際に迎えに来た宇佐美蓮子と共に、そのまま新州観光を行うことに、作中では善光寺が登場し、その歴史の一部もエピソードに絡められていますよ。メリーは療養中に地底奥深くの不思議な世界を体験し、その恐ろしい世界から石方を持ち帰ってきました。石方はメリーに様々なイメージを与え、作中ではそれから得られるインスピレーションがメリーを動かしていくのです。一方の蓮子もまたそんなメリーが問いかけることに応じて一緒に謎に挑もうとするも、メリーの能力の高まりに複雑な心境を抱くのです。メリーの能力がさらに強くなってきているのか、確かにメリーがどんどん人間離れしてきていることに、友である蓮子としては複雑になってくるよな。その頃幻想郷ではコンプエースの2012年10月号で東方鈴菜案が発売。鈴菜案といえばも通り子鈴だけど何か関係があるのか？人里に存在する貸本屋鈴菜案の娘元織子鈴は、ある日、妖怪の存在を記した妖魔本を読む能力に目覚めるのです。嘘でしょ、子鈴の能力覚醒とのつながりもあるのか？正直関係性はわかりませんね。ただ、本好きの子鈴と常に本を持ち歩く蓮子との関係は何かあるのかもしれません。そして、3年後、東方プロジェクト第 14.5 弾東方神秘録にて宇佐美すみれ子が登場。リリースが2015年5月10日。黄昏フロンティアと上海アリス弦楽団の共同開発作品だよな。東方神秘録のストーリーのあらすじとしては、都市伝説には面白い特徴があった。口伝えで変化していく噂に対応するように、怪異も変化していくというのだ。霊夢たちは自分に合った噂を身につけ、怪異をおもちゃのように扱っていた。恐れずに噂を操作すれば、現れる怪異を無害にできる。いやそれどころか、自分の力にすることだってできるのだ。自分が都市伝説を操る。それが被害を出さないために必要だと考えていたのである。といったようにオカルトボールという摩訶不思議なボールが幻想郷に登場したのです。そして誰かがそのパワーを解放することで両者を隔てる結界がなくなることをすみれ子が目論んだのです。東方神秘録の異変の黒幕であり、幻想郷と外の世界を完全につなげるために白霊大結界の破壊を画策しました。そのために幻想郷に数々の都市伝説を込めたオカルトボールを放ち、それを7つ集めたものを結界を壊す鍵となるように仕向けようとしたのです。そして異変後は、幻想郷のことを内に秘めたからか、彼女は寝ている間だけ幻想郷に入れるようになったのです。初めて霊夢と会った時は精神だけが入り込んだため接触はできなかったのですが、それ以降の対戦時は普通に接触できるようになりました。対戦後の夢の中で負った傷は外の肉体にも反映されている様子。また茨河線29話で、彼女が寝ている間だけ幻想郷に入れるようになったのは、無限病という症状だということが判明しました。ということは、メリーの夢で幻想郷に行ける能力は無限病となるのかもしれないのか。こちらは実在する病気では名は無限病、またはナイトメアとも呼ばれていますね。感染経路や感染源も不明、ほとんどが謎に包まれている病気です。この病気は少年少女を中心に、心や体がまだ幼い人たちを犯していきます。現実の世界にもそんな病気があるんだ。名前からすみれ子が主人公である悲風ナイトメアダイアリーを思わされるよ。今のすみれ子は無根という、すみれ子が本来見るはずの夢がすみれ子から有利してしまうようになってしまい、無限病と無根の有利を同時に発症してしまっています。またすみれ子の特徴である夢の中で幻想郷異なる世界に入る、身体に傷が残る、というのは蓮子よりもマイリベリーハーンに近いのが気になるところ。確かに、蓮子の計算の高さは八雲ゆかりと共通していたりとかなりごちゃごちゃだぜ。この4者の関係は、血縁説をはじめとして、ファンコミュニティにおいて様々な憶測や考察が飛び交っていますね。今回は能力についてなので、あまり語られませんが、パラレルワールドでの同じ存在説、ゆかりの夢説、ゆかりの子供説、クローン説など非常に興味深い説があるのでまた解説していこうと思いますので、見逃さないためにも今のうちにチャンネル登録を推薦しますよ。悲風クラブの特集はめっちゃ面白そう。さて、以上が東方悲風クラブと幻想郷の能力の覚醒の裏側です。マジで、まだまだ悲風クラブとゆかりとすみれ子には謎が多くて、これといった答えが未だに見つからないところが面白いよな。そうですね。こうやって考えさせられるところが東方プロジェクトの魅力でもあるので、また面白い考察が見つかったら紹介していくのでお楽しみに。それではここまでご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。